everyone, how are you doing? Today's video is about my career.今日のビデオでは私の駐在生活で、駐在生活をする前に、アメリカで働く前に思ってた、期待とか理想と働いてみて気づいた現実とのギャップについてお話をしていきたいと思います。私は3年前にサンフランシスコベイエリアに引っ越しをしてきました。日系の会社に勤めていて、日本からここに駐在をしているという形で仕事をしています。そんな中で駐在する前に、こんな感じかな、アメリカで働くって、みんなこんな感じなのかなっていう風にイメージとか理想とか期待していたことと、実際働いてみて、意外にもこういう感じなんだっていうギャップ、気づきとかがありますので、それについて今日は共有していきたいと思います。今日のビデオは私のとある週末の一日の映像とともに、お話をしていくので、映像も一緒に楽しんでいただければ嬉しいです。まず一つ目は、アメリカでの仕事のスピードとか仕事の量、あとはワークアワーっていうところです。私はアメリカに来る前は、仕事の量はそのアメリカ人が働くっていうのを想像しただけで、私は期待とか、そういう理想とかっていうのを描いてたんですけど、比較的ちょっと緩い、日本に比べて緩いのかなとか、仕事の量は若干少なかったりとか、あとはスピードという意味では少し日本よりもゆっくりのペースなのかなっていうふうにちょっと考えていました。で、ワークアワーに関しても9 to 5で9時から5時で夕方5時ぐらいにはもう仕事は上がって、でその後は自由に自分の時間を過ごしてたり、家族との団らんの時間にしてるのかなっていうふうにちょっと思ってました。実は仕事の量とかスピードとかっていうのは日本よりもとっても多くって早いっていうふうに私は感じています。物事の方針とか決定がなされた時に、その次に実行に移すまでがすっごく早いなというふうに感じます。すごいプレッシャーとかっていうのも強くかかりますし、なのでそれを達成するためにその日限デューデートの中で、とにかくそれをこなそうという姿勢がすごく見られます。その行動の速さとかにすごく意外でびっくりしました。残業代っていうのは出ないので、みんなそのタスクを達成するために、ただその時間分働くっていうような感じがします。で、ワークアワーに関してなんですけど、基本的に9 to 5で働いてるように見えるんですけど、やっぱり人によってはすごい朝が早かったり、朝の7時から仕事をしたりとか、あとは例えば夕方のちょっと早い時間、4時とか5時とかに、例えば仕事を終えてオフィスから家に向かったとしても、その後にいろいろそのライフスタイルでやらなきゃいけないことをこなした後に、また例えば9時とかから仕事に戻って、そこから2時間仕事をするとか 2,3 時間やるとかっていう人も結構多いんですよね。だからすごくスケジュールはフレキシブルだし、自分のライフスタイルに合わせた仕事の仕方はできるんだけれども、結構みんな働いてるなっていう風に感じます。日本だとすごいやっぱ時間が厳しい、必ず定時っていうのがあって、そこにはいなきゃいけないっていう会社が多いと思うんですけど、そういうのはあんまりなくって、ただただ自分のライフスタイルに合わせた仕事の働き方はできるけれども、それが決して短くはないっていう風に感じました。次に仕事上での上下関係についてです。で、これは私は来る前はとってもフランクで、日本みたいにこのビジネスの作法とか喋り方とか振る舞い方とかっていうのはあんまりなくって、みんな対等にコミュニケーションを取ってるっていうような印象がありました。でも現実はやっぱりビジネス英語っていうのはちゃんと存在して、丁寧な言い方っていうのはあるので、もうちゃんと時と場合に、話す人とか内容とか場所とかに TPO を分けまえた喋り方をみんなされます。チーム内でディスカッションする時とか、いろんな意見を出したりする場面もありますけれども、そういう時はも
こうだと思うよとか、こうしたらこういうリスクがあるからここをちゃんとやらなきゃいけないと思うよとか、それはやり方間違ってると思うよ、こうした方がいいんじゃないっていうのはちゃんとこう対等に話をしたりするんですけど、例えばもう対部長 GM とか VP とか、ちょっとその自分のボスになる人と話す時とかっていうのはみんなちゃんとそういう振る舞い方をしますし、例えばもうトップダウンでもうこういうふうに決めたからこういうふうにやってっていうふうに例えばエグゼクティブが言うとするじゃないですか。そしたらちゃんとそれに従います。そういった意味での上下関係っていうのはもちろん存在する、アメリカにも存在するし、ちゃんと TPO をわきまえた振る舞いと言葉遣いと態度っていうのを変えてるんだなっていうのが見えたので、すごく意外でした。次に物事をはっきり意見を言うという点です。これについては私のイメージではすっごくダイレクトな表現をしてその意見を言ったりとかディレクションしたりとか、そういう感じでコミュニケーションを取るのかなというふうに勝手に思ってました。でも実際働いてみるとあんまりそこまでダイレクトに言わない。日本だとクッション言葉っていうのがあると思うんですけど、なんか英語だとその代わりにイディオム、慣用句とかを使う人が多い気がしますし、ちょっとこう柔らかく言い方を変えたりとか、なんかこうするべきだよとかいうよりかは、こうしたらいいんじゃない、こういうやり方もあるんじゃないとか、なんかそんな言い方をされる方が多い印象があります。なんか私の勝手なイメージでこうダイレクトに直接的な表現をしていいんだっていうふうに勝手に思ってたので、なんかメールとかですごい直接的なメールを送ったことがあったんですけど、その時になんかあんまりこんな言い方しない方がいいよというふうに言われたことがあって、なんか You don't know what people will think about みたいな感じで、なんかどういうふうに捉えられるか分かんないからさとかって言われたので、意外に日本と一緒かもしれないと思ったことがあります。なので、ちょっとやっぱり、こうしてほしいですとかこうやらなきゃいけないですっていうよりかは、なんかこうしてくれたら嬉しいなとか、こうやった方がなんか私の過去の経験上簡単だったよとか、なんかそういう言い方にするように心がけてます。次に仕事の質についてです。私は勝手な想像でアメリカ人はこう仕事の質っていうのがちょっとこう甘かったりとか、あんまりきちんと正確性がないんじゃないかなっていうふうに、間違いが多いんじゃないかとか、なんか細かいところを確認してないんじゃないかっていう印象を勝手に持ってました。でも今感じてるのはきちんとしてるなというふうに思います。例えばプレゼンテーションとかにもすごく細部にこだわっていたりとか、色使いとかにもすごく注意して決めてたりとか、その相手にどういうふうに伝わるかとか、これだとこういうメッセージを伝えたいんだけれどもこれがちゃんと伝わるかっていうのをちゃんと考えて分かるような資料作成とかをしてたりします。今何が問題で目立つ姿はこれなんだけど、今この原因がこれでこのためにアクションアイテムがこれで、そしたらこうなりますっていうすごいロジカルな考え方をされてこうプレゼンテーションを組み立てたりする人が多いので、すっごく分かりやすいしすっごくきっちりしてるし、なんか相手にちゃんと伝わるかメッセージは何かっていうのを明確化してるんですよね。これ私は勉強になっています。もちろんお願いしたこととかに対応してもらえなかったりとか、メール返事くれなかったりとか、2次元押しちゃったりとかっていうのもあるし、リマインダーもしないといけないこともあるんだけれども、でこれは別にあまり日本でも同じようなことが起きるから、日本とアメリカっていう違いではあんまりなくて、ここぞという時のメリハリっていうのをすごい掴んでるなっていうふうに思います。はい、以上が私が感じた理想と現実のギャップについてです。なんか私はアメリカで生活していて、私生活で感じるアメリカの印象と仕事上で感じるアメリカの印象が全然違うんですよ。どっちかというと私生活で感じる方はアメリカってこういうところだと思ってたっていうことを感じるし、でも仕事は意外に全然違ったんだっていうことを感じることがとっても多いので、
ちょっと参考になるかわからないんですけど、私の経験談として話を聞いていただければ嬉しいです。で、私は今このサンフランシスコベイエリアっていうところでしか仕事をしてないですし、ちょっと他のエリア、例えばすごい田舎とかで、アメリカの田舎とかで、状況も違うかもしれないし、もっと都会、ニューヨークシティとかもっと都会ではまた状況が違うかもしれないので、あくまでこのシリコンバレー、サンフランシスコベイエリアの状況として受け取っていただければ嬉しいです。今日も動画を見てくださってありがとうございました。皆さんグッドボタンお忘れなく押してください。で、気になることがあったら質問でも何でもコメント欄にいただければ回答したいと思います。ではまた次の動画で。バイ。